。どうも。今回はスイッチ可能ビルドのご紹介です。まずは脳筋ビルドから、肉体に多めにステータスを割り振って、敵の攻撃を受けつつもゴリ押すビルドですね。機関システムで一番不遇なバーサークを使うビルドでもあります。脳筋ビルドといえばもともとはゴリラアームが使われていたようですが、モノワイヤーの方が射程が長く雑に扱えるのでおすすめです。このビルドはスナイパーやタレットが弱点なので、突入する前にできる限り処理しておきたいですね。タレットの処理には GASH 対人グレネードがおすすめです。便利。さて、突入しましょう。スーパーヒーローライジングって名前の割に効果がしょぼいですよね。バーサークの発動中は敵を倒すたびに体力が回復するので、じゃんじゃん倒していきます。無理テク部隊を殲滅するまでしばらくお待ちください。ということでビルド紹介始めます。それではステータスを見ていきましょう。脳筋ビルドとしてイメージしていたものと少し違うかもしれません。こういうのをイメージしていた人も多いのではないでしょうか。これでもいいのですが、実はこれだとステータスのロスが大きいんですね。肉体、技術は18あれば十分です。その分余った能力値を知力に回すことで、もう一つのビルドも兼ねることができるようになります。クイックハックビルドです。以前紹介したクイックハックビルドは、回路ショートのレジェンダリーと像で無双するものでしたが、今回はエピックのアルティメットハックをメインに据えて戦います。知力12でもエピックのデーモンを全て揃えることができるんですね。一人で後ろを向いてぼーっとしている敵は、デーモンを使うまでもなくオーバーチュアで処理できます。自殺とシステムリセットで敵の数を減らしていきます。なんだかんだこういうクイックハックでの攻略が一番このゲームらしいと思います。テトラトロニク、リップラーを導入することで一度のアルティメットハックで2人を処理することができます。こういうステルスプレイには光学迷彩が役立ちます。15秒間限定で視線など気にせずに正面から倒すことができます。アルティメットハックはクールダウンが長いのがデメリットですが、適切なパークを割り振ることでいい感じに回せるようになります。といった感じ。改めて、クイックハックも楽しめるスイッチ可能ビルドの捨て振りです。肉体は生体モニターのレジェンダリーが実装できる18。反応は反射神経チューナーとシナプス加速器のレジェンダリーが実装できるようになる20。技術はアルチザンが獲得できるようになる18。残りを知力に全て割り振りました。石賀さんなのでステルスプレイ時の火力に不安が残りますが、先ほど見ていただいたように無振りでも意外となんとかなります。さてパークです。肉体はこんな感じです。アーマーや体力回復に関係するものを取得しました。反応のブレードです。とりあえず全部取得します。技術のクラフトです。クラフトに関係するものと、グレネード強化を取得しました。技術のエンジニアです。グレネード関係を取得しました。さて、次はクイックハックメインで戦う場合のパーク割り振りです。肉体では新たに効率重視とマルチタスカーを取得しました。反応です。グラードの壁抜きがあると助かる場面も多いので、アサルトも少し取得しています。ハンドガンがメイン武器なので全部取得しています。クラフトはいつもの、ハンドガンにパークを振ったのでパワー武器も使えるように弾道系のパークも取得しています。ブリーチプロトコルはこんな感じ。クイックハックはこんな感じです。アルティメットハックを使う前提なので火力系は取っていません。続いてサイバーウェアです。詳細は概要欄をご覧ください。脳筋かクイックハックかで、付け替えるサイバーウェアだけ紹介します。まずは機関システムです。
ワトソン歌舞伎のリパーから購入できるゼータテクバーサークマーク5。ウエストブルックチャーターヒルの高級住宅街のリパーから購入できるミリテクバーサークマーク5。ウエストブルックチャーターヒルの高級住宅街のリパーから購入できるテトラトロニク、リップラーマーク4を使い分けます。バーサークはクールダウンによって使い分けます。一度に大勢の敵と対面する場合はミリテクを、そうではなく暴行を埋めている時などの、少人数の敵が時間を空けて出現する場合はゼータテク社のものを使います。どちらにしろサンデビスタンのようなループを組むことができないので、気分で使い分けるので良いと思います。改造パーツは火力アップ系を乗せるといいと思います。戦闘用では大脳辺縁系サポートと、メモリブーストを使い分けます。大脳辺縁系サポートはオーカマーケットのリパーから購入できます。メモリブーストは暴行の証拠品になっているので、購入せずとも持っている人が多いと思います。もし購入する場合はシティセンターダウンタウンのリパーより購入できます。といった感じでサイバーウェアの紹介でした。と、思っていた時期が私にもありました。今回の捨て振りではもう一つの遊び方ができます。チアンティサンデビスタンマーク4、ケレズニコフ、名乗り例を導入します。察しの良い中馬ならこの3個のサイバーウェアで何がしたいかわかることでしょう。そうです。サンデビスタン侍です。マックスタッツと互角以上に戦うことができるビルドですね。加速時にクリティカル率の上がるメスを持って、サンデビスタンとケレズニコフを交互に発動することで、撃たれた弾を全て避けながらひたすらダメージを与え続けることができます。街中で暴れていると ADU が起動して高所からタレットが撃ってくるので、グレネードで破壊してあげましょう。今回紹介した捨て振りでは、パークやサイバーウェアを付け替えることで、色々な遊び方をすることができます。監視ステム3種を全部扱うことができる点が個人的にはお気に入りポイントです。また、以前紹介したハンドガンビルドやテッキービルドのような遊び方もできます。ステータスの振り直しができないバージョン 1.61 現在、色々な遊び方のできるこのビルドは特におすすめしたいですね。新しいデータを作るのにビルドで悩んでいるという方はよかったら参考にしてみてください。他にも、知力20のクイックハック特化ビルドや、石18のダガーディラー特化ビルドもおすすめです。とまあ、そんな感じです。終わり。